皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は間もなく起きる大失業時代についてお送りしたいと思います。そして後半にはマウイ島のことについて軽く触れていきたいと思います。時間の経過とともにマウイ島の件について触れることは危険な香りを感じ始めてきたので、その内容だけのコンテンツは控えようと思っています。一見脱線する話に感じられるかと思いますが、今回メインで取り上げる大失業時代の到来の流れとは根底でしっかりとつながっていると思いますし、そのように理解した方が良いと思っています。いずれにしても最近世界で起きていることの特徴は分かりやすくなってきたということです。何が分かりやすくなってきたかということを知ることがこれから起きる大難を小難に変えるためには必須の感性だと強く思います。この動画をご覧になっていただいている方は例外なく情報収集の重要性を認識している方だと思いますが、皆さんの考察にお役に立てる内容になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、このチャンネルでは2023年は大変な年になるということで、足元では水道光熱費などの物価高騰、根本的な話としてはグローバリストたちが目指す世界はどんな危険が潜んでいて、それらによって私たちが自らの身を守るための方法としての食料備蓄などを取り上げてきています。今回はこれから起きる大失業時代の到来について情報をシェアしていこうと思いますが、これは今後私たちを襲う多くの試練を知ることになる一つの切り口に過ぎないと私は感じているのです。ということで、その事象について取り上げていきますが、つい先日黒猫ヤマトとして有名なヤマト運輸が黒猫 DM 便とネコポス業務を日本郵便に委託するという報道がありました。サービス名などがまだ未定であったりして完全にはどうなるかは分かりませんが、分かっていることといえば、ヤマト運輸が宅急便以外の取り扱いを日本郵便に完全移管していくというものです。巷ではメルカリ便がどうなるのかなどについての話題が多い中で、配達員の雇用契約解除も話題になっています。なぜヤマト運輸が日本郵便に業務委託するのかという話は、話が長くなるので割愛することとして、配達員の雇用契約解除にフォーカスしてみようと思います。この配達員というのは全国に3万人もいるそうで、案の定個人事業主としての契約をしており、一部では集団訴訟の動きもあるそうです。この訴訟はなかなか困難なのではないかと思います。というのは日本においては伝統的な雇用形態はなくなっていく方向にあり、グローバリストたちが求める世界では、現在のアメリカのように今日突然解雇を言い渡され、今すぐ私物を持って退社しなければならないという文化です。なので企業側が都合よく人員を解雇しやすくするために非正規雇用制度のようなものを作ったわけですし、今回の黒猫 DM 便やネコポスの配達員である黒猫メイトは業務委託契約に基づいて仕事をしていたわけで、いわゆる正社員のように労働基準法や労働法令で守られることはありません。今回の報道を受けてほとんどの人が人事として聞いていたと思いますが、私はこれから始まるインボイス制度や2024年問題によって引き起こされる大失業時代の到来を感じました。インボイス制度という切り口で今回のことを見れば、消費税の負担をヤマト運輸側が負担したくないと考えた可能性はあるでしょうし、株主目線で言えば、収益性の低い黒猫 DM 便とネコポス業務を手放して利益率の高い宅急便に人員を投入し、さらなる利益向上に舵を切るべきだと考えるでしょうし、実際そういった背景があることは間違いないと思います。これらはセブン&アイ・ホールディングスが利益率の低い事業であるイトーヨーカドーを切り離すことを株主からつつかれていたことと同じだと思います。利益を生まない事業、企業はどんどん淘汰されてなくなればいいというのがグローバリストたちの考えることであり、そこに生活の基盤を置いている者たちの事情は自己責任という構図が正当化されているのが今後の潮流になっていきそうです。そして何でも効率、利益率を最も重要視し、正当化されていくのがこれからの日本だということの認識を持ち、自分の生活にどのような影響が出てくるのかを考えていく必要がありそうです。この流れ、発想は水道事業や過疎地域の公共交通網にも大きな影響を及ぼしてきます。バスや電車の赤字路線をどのようにしていくのかという問題について今回は扱いませんが、水道事業などの赤字については事業を止めるわけにもいきませんので、水道料金の大幅な値上げは避けられなくなりそうですし、そうなりつつあります。最悪なのはグローバル企業に事業を売却してしまうという流れですが、これには反対しないと金がないものは水も飲むなということになります。話を戻しますと、
黒猫ヤマトと日本郵便による業務委託という流れはこれからますます各業界に広がるとともに、非正規雇用者、個人事業主の失業の嵐がやってくると思われますので、該当の仕事をしている方、今回のことで言えば宅急便価格のさらなる大幅値上げは確実視されていますので、家計負担、事業を行っている方なら収益内容の改善が急務だと思いました。さて、話は変わってマウイ島の火災についての報道を聞いていて、私の中で疑惑がますます高まったという情報をシェアしていこうと思います。BBC のニュースで気になる記事がありました。記事を取り上げますと、ご覧のように Twitter などの SNS で拡散されている情報は偽情報だという検証記事です。どんな感じの記事かというと、アメリカ・ハワイ州マウイ島の大規模な森林火災について嘘や誤解を招く情報がインターネットで拡散されている、謎の勢力がレーザー光線で災害を引き起こしたといったものまであるという書き出しで始まり、エネルギー兵器についても語られています。記事によると、今回の森林火災が自然災害ではなく、誰かの指示によるエネルギー兵器やレーザー光線、あるいは爆発によって引き起こされたものだと主張する動画や画像が数百万回も閲覧されているとあります。そしてこちらの画像については、この動画はもともと今年5月に TikTok に投稿されたチリでの変電設備の爆発を捉えたものであるといい、これらの事象についてもチリ政府が認めているということらしいです。そしてワイオラ境界に当たっている光の線については元画像には映っておらず、デジタル加工されたフェイク画像という見解となっています。次のこの画像については、アメリカ・オハイオ州の製油所での焼却処分の様子で、最初に投稿されたのは2018年1月だったことが分かり、光の筋は太陽柱と呼ばれる現象で、寒い日に氷の結晶が反射してできる目の錯覚だと記事には載っています。そしてマウイ島で住宅や車両が焼失している中、木々がまだ立っていると主張する映像も出回っています。この映像が火災が故意に作られたもの、あるいは本当の原因が隠されている証拠だという主張については、倒れていないヤシの木とともに燃えた草木もしっかりと映っているというものや、Twitter でのコミュニティノートでも他のユーザーからおかしいとの指摘が出ているということも書かれています。最後にエリートによる土地の収奪というタイトルでは、マウイ島の森林火災の原因はまだ分かっていない。しかし土地を奪うために故意に火災が起こされたことを示唆する実体的な証拠は一つもないということを記事にしていますが、これらの記事について皆さんはどのように感じましたでしょうか。私が感じたのはいつもの常套手段だということです。いつも現地の方の目撃情報はどこかにすっ飛ばしておいて、 SNS に投稿されている画像や動画の意図的な加工や過去の動画を投稿しているなどというところを指摘し、例えば遠く離れた日本のほとんどの人はやっぱりまたフェイク情報だったのかという感情を抱かせて煙に巻くというやり方だということを感じます。確かに実体的な証拠を示すことは難しいことかもしれません。しかし現地の多くの人たちが見たものは何と説明するのでしょうか。逆に Twitter にフェイク画像や動画を投稿したのはやらせだということも大いにあり得ると思います。ろくでもない輩たちが何も対策せずにこんな大胆なことをするわけがありません。そういえば今回の大惨事を見て思い出したことがあります。今回のマウイ島の山火事が仮に再開発するための土地収用の強行手段とするなら、お隣の赤い国ではそのような状況の時に何をしてきているかというと、退去命令に歯向かっている人が住んでいる住宅をまだ住んでいる状況でブルドーザーなどの重機で家を破壊してしまっています。中には人がいるのにです。当然こんなことができるのはバックに政府がついているから罪に問われないということだからでしょう。全体主義、共産化が進めば進むほどこのようなことになっていきます。アメリカにおいてはまだ法治国家としての片鱗が残っていますから、地元住民が土地を売らないということに対して隣の赤い国のようなことはできません。そうなると最新技術を使った事故を装うしかないのではないかとも考えられると思っています。今回の大惨事から学べることは、私たちは弁護士でもなければ裁判官でもありませんので、確固たる証拠に基づいて疑わしきものは罰せずという精神にのっとる必要はありません。現地の方が見たもの、状況証拠から推察して自分の身を守るための参考にするしかありません。彼らは情報戦のプロですから、多くの方がミスリードされると思いますし、実際彼らの工作員によるフェイク画像や動画も投稿されていることでしょう。これが情報戦の一部だと思います。ちなみに2020年の大統領選の時にも数々の証拠映像についてファクトチェックが行われましたが、
目撃者情報をよそにフェイク情報と認定されました。そしてそのファクトチェックをしている機関が世界経済フォーラムの参加者であったという事実から、逆に証拠映像の真贋が判断できたという笑い話もあります。今回の出来事はいろいろな情報について私たちの考え方、捉え方も問われているということも感じました。いかがだったでしょうか。マウイ島では今も十分な救援活動を受けられないまま地獄を味わっている方も多いと思います。明日は我が身ということを念頭に入れ、自分の身や家族を守るという思考回路を強化していく必要があると感じます。冒頭で取り上げた黒猫大和の件についても、日本においてこれからは利益最優先という流れは止まらないと思いますし、非正規雇用者の割合が増す中で弱者は法による保護はほとんど受けられない立場に追い詰められてきているということの認識を強めながら、経済的弱者の増加がそのまま大不況に突入するという可能性について考える必要を感じます。本当に世の中あらゆるジャンルから試練が襲いかかってきていますが、これらはグローバリストの断末魔だと私は信じています。証拠がなければ何をやってもいいというろくでもない輩たちに対抗するには、こういった事実を知る人を増やすしかないと思います。正しいことをしなければならないと考える圧倒的多数の庶民が事実を知った時に世の中がひっくり返されるのだと思っています。恐怖を感じると彼らの思うツボです。できる限りの対策をして、あとは楽しいことに目を向けて生き延びていきましょう。最後となりましたが、マウイ島で被災してお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、一日も早い日常が戻ることを願っております。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。